はい、どうもこんにちは。平田店長でございます。今回は、金属バンドの腕時計の金属バンドのコマ調整というお話なんですけども、特にですね、店長が使っているウェアラブルデバイスのフィットビットインスパイア用の金属バンドのお話。金属バンドを購入した際に今動画で手に持っている工具、コマ調整用の工具が付属してますので、それを使って、どうやってコマ調整をするのかというお話をしていこうというわけでございます。はい。で、今指に乗っけているのがコマなんですけど、矢印が、内側に印字されてるんですね。刻印されてるというか。で、その矢印の方向に向かって、この工具の先端を、突き刺すというか、くぼみ矢印のですね、コマの側面に、ピンが刺さっているところがあるんですが、そこに工具の先端をねじ込んでいって、コマの中に通っているピンを引き抜く、押し出して引き抜くという作業になるわけですね。このコマ調整をする場合ですね。今動画で、ピンを押し出しました。すると、このようにコマに入っているピンが引き抜けるようになると。このピンを引き抜くことによってコマを外したりつけたりするわけですね。それで先ほどピンを抜くときは矢印の方向に向かって押し出したわけですけども、今度は逆にピンを入れるときには逆方向に差し入れるわけなんですが、このフィットビット用の、他のウェアラブルデバイスとかにも使えるやつなんですけど、このピンがですね、左右あるというか入れる方向があるので、それを今動画で解説というか見ていただいてます。コマのですね、矢印のついてない側を見るとちょっとマイナスドライバーみたいなマイナスっぽい跡があるんですけど、それがついてる側が矢印じゃない方ですね。今光の加減で見えるかなと思うんですけど、この、ピンの向きだけ気をつけていただいて、今ピン逆向きにすると、マイナスになってない、縦の線が入ってないので、その入ってない方を入れるわけですね。そして押し込む。このちょびっと飛び出てるところは、小さい金槌、腕時計用の工具にくっついている小さい金槌をお持ちでしたら、それで叩いて入れていただければいいんですが、一応この付属の工具を使って押し入れることもできます。ただぴったりなんというかコマを少し浮かした状態じゃないと、この付属工具の先端にピンが当たらないので、ちょっと指で、コマを浮かしながらですね、付属工具でやる場合はピンを押し込んでいただければと思います。はい。で、一応基本としてはそういう作業で、今は実際にベルトの状態から、コマを引き抜くところですね。それをご覧いただいております。付属工具を、矢印の方向に、ピンのところに押し当ててねじっていくことでピンを押し出すわけでございます。今押し出してピンが引き抜けて、押し出されたのが見えるかなと思うんですけど、押し出されましたら付属工具を外して
押し出されたピンを引き抜く。そうすると、はい、こんな風に金属ベルトのコマが一つ外れるわけじゃないですが、ピンが引き抜かれたところが外れます。そしてもう一つピンを外すとコマが外れるというわけですね。これ基本的に、腕時計の金属バンドも、ピンのタイプはこういうものがあるんですけど、ちょっと特殊なタイプもありますが、ピンになっているタイプと全く同じ方法でコマを調整する形ですね。ただ先ほど言った通り、このフィットビットとかに使用できる金属バンドは、この外したピンのなんというか入れる方、一応左右があるような感じなので、そこだけ気をつけていただく。戻すときに反対に戻してしまうとちょっと、戻らないと思うのでピンが入らないかと思います。ですので左右をちゃんと確認して、ピンを逆に入れないように気をつけていただこうというわけですね。はい。で、動画では今ピンを2本抜いてコマを1つ外して、で外したら、コマ同士を合わせてピンの入れる方向をちゃんと確認して差し込みます。はい、差し込みましたね。そうすると、コマはくっつくので、あとはその飛び出たピンを腕時計用の工具をお持ちの方でしたら、この動画で映ってるちっちゃいハンマー、小さいハンマーのプラスチックの方で叩き入れていただくと、それで作業は終了というわけですね。基本的に金属バンド購入される方は腕時計のコマ調整をしたことある方ばっかりっていうわけではないですね。ですので、一応この動画が、参考になればなというわけでございます。はい。外したコマはですね、いつか戻したりとかする場合も出てくるかもしれないので、ピンをちゃんと差し込んで、小さい袋かなんかにちゃんと入れて保存しておくと、後で元に戻したりできるので保存しておくことをお勧めいたします。はい。それでは今回の動画は以上です。はい。失礼いたします。